皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。地上波のニュース報道では、ウクライナに関わるニュースについては、国際的な大きなことがない限り、なかなか細かなところまで取り上げてくれません。このチャンネルではそうした話題についても、なるべく拾い上げていますので、ぜひとも情報の更新に役立ててください。さて、こちらの映像はウクライナの南部戦線より、ロシア兵の拠点としている建物に対して、ウクライナ空軍が精密誘導爆弾を用いて攻撃を行いました。両軍ともに対空兵器が睨みを利かせており、相手陣営の真上に戦闘機を飛ばすことはどちらもできていません。それだけに両軍ともに滑空爆弾を中心とした攻撃で地上部隊を支援しています。そして前線の部隊を支えるだけではなく、ロシアの国力そのものを削ってしまおうとしているのが、ウクライナ軍の新型巡航ミサイルフラミンゴです。先頃、フラミンゴの公開がされたばかりですが、早くも実戦投入がなされたようです。ウクライナ新型巡航ミサイルフラミンゴ初の実戦使用か、最大 3000km でシベリアも一部圏内に。ウクライナが自国製の新型巡航ミサイルフラミンゴを実戦で初めて使用した模様だ。最大射程は 3000km とされ、シベリアの一部も射程圏内に収めると見られている。ウクライナのメディア、ミリタルヌイは、ロシアが一方的に併合した南部クリミアを8月30日にウクライナが攻撃した際、フラミンゴが投入されたと報じた。ロシア連邦保安局 FSB の全焼基地や船艇が破壊されたという。フラミンゴは 1150kg の弾頭を搭載できる。射程が長く、モスクワや西部サンクトペテルブルグにとどまらず、ウラル山脈の東側まで届く計算だ。この記事に関連して公開された写真がこちら。FSB の全焼基地とタグボート6艘が破壊されたとのことです。フラミンゴの場合だと、まだ実績がない状態ですので、まずは前線における支援として、今回の攻撃を行ったのでしょう。射程 3000km とされるフラミンゴですが、今回攻撃が行われた先というのが、ウクライナの南部戦線、クリミア半島の付け根あたりで、距離としてはさほど遠いものではありません。この先、巡航ミサイルフラミンゴがどれだけロシア本国の戦略目標を破壊できるか期待しましょう。一方でロシアは相変わらずウクライナの市民に対する無差別攻撃を繰り返しています。首都に対する攻撃が繰り返されることによって多くの人々が地下鉄に避難する光景といったものも日常になってしまっています。続いて、トランプ大統領はロシアとエネルギー資源の交易などを行っている国に対して二次制裁を何度となくちらつかせ、その度に引っ込めてきました。これを無視する形で中国はロシアとのエネルギー資源交易を拡大させる政策を打ってきます。ロシア、中国へのガス供給拡大へ、新パイプライン建設で合意。ロシアの国営ガス会社ガスプロムは中国に天然ガスを追加供給することで合意したほか、大規模な新パイプライン、シベリアの力2の建設に関する覚書に署名した。ただ、新パイプラインのガス価格についてはまだ合意していないという。ガスプロムの最高経営責任者は、東シベリアから中国へガスを輸送する既存のパイプライン、シベリアの力経由の年間供給量をこれまでの380億立方メートルから440億立方メートルに増やすことで合意したと述べた。シベリアの力2とモンゴルを通る部分であるソユーズ・ボストークの建設に関する法的拘束力のある覚書が調印されたと説明。中国向けガス価格はヨーロッパ向けよりも低い水準になると指摘。距離、地形など建設条件を理由に挙げた。シベリアの力2が世界最大規模かつ最も資本集約的なガスプロジェクトになるとの見方も示した。ロシアはウクライナ戦争を受けてヨーロッパで市場シェアが大幅に低下しており、最大の貿易相手国である中国とのエネルギー関係拡大を目指している。ロシアとしては従来大口の顧客だったヨーロッパ各国がどんどんと買ってくれないようになりました。東ヨーロッパのハンガリーなどは主要な顧客としては残っていますが、それだけでは十分とは言えません。それだけに減ってしまった販売数量をなんとか中国やインド向けで増加させたいというのがロシアの狙いでしょう。トランプ大統領がこれ以上ロシアから石油やガスを買うなと忠告している中におけるこうした発表。おそらく中国の習近平国家主席はトランプ大統領は強い発言を繰り返しつつも結局最後には腰砕けになり、中国に対して
大規模な二次制裁はかけられないと判断しているのでしょう。トランプ大統領はロシアに対して就任以来追加の制裁をかけられておらず、強い反発をしてくると読んでいる国に対しては、トランプ大統領は結局最後には引き下がるといったことを繰り返しています。中国はそれを見て自分たちも問題ないと考えている可能性があります。それが当たってしまうと、中国は大いに今後もロシアを助けてしまうでしょう。さて、続いてはウクライナの戦況。戦争研究所の発表しているマップを元にして解説を行います。赤く塗られている部分がロシア軍が占領している地域。前回の解説において東部戦線クピャンスクの戦いについて一部言及しました。クピャンスクの町がこちら。マウスカーソルでちょっと示すこの辺り、町の西側部分にロシア軍が進出してきており、町を包囲しようとしていました。ウクライナ軍がこれに反撃し、突出部分について撃滅し、大きく押し返しました。ところが、ロシアのゲラシモフ参謀長が、この現場における反撃を全く無視する形で、ロシア軍はクピャンスクの町を包囲したと発表しました。このため、戦争研究所の発表とちょっと異なる話となっているわけですが、私はゲラシモフ参謀長の話というのが、かなり怪しいと思っています。というのも、ロシア軍の前線部隊の話を聞いて状況を報告しているロシア側の軍事ブローがあらば、ゲラシモフ参謀長の話すようなピャンスクの町を包囲したという状況は存在しないのではないかと話しているのです。いわばプロパガンダを務めるような人たちから、いやそれはさすがに言い過ぎじゃないかと突っ込まれている時点で、かなり怪しいと私は判断しています。実際どうなのかについては何日かすれば状況が判明するでしょう。そして東部戦線最大の激戦地となっているポクロフシク周辺、この地域においては一進一退の状況が続いています。ウクライナ軍が予備戦力を投入し、状況のコントロールをしようとしています。一度はロシア軍が占領した場所を取り返したという場所が水色で示されている部分。町の北側に大きく進出していたロシア軍は大きく後退しています。もう一つ、町の東側部分においてもウクライナ軍が反撃を行い押し返すことに成功しています。ただし町の西側から町の中心部に向けてロシア軍の圧力が高まっており、この周辺においてはあちこちで散発的な戦いが続いています。続いてはロシア軍を支えるロシア兵以外の人たちの話について取り上げておきましょう。現在のウクライナ軍はしっかりと守って攻めかかってくるロシア軍に対して迎撃するといったことを繰り返しています。基本的に守りを固めている方が被害が少なく、そして姿を晒して攻めかかってくるロシア兵の方がより多くの被害を出しています。しかし、ロシア人だけが戦場で死傷しているわけではありません。まず第一に北朝鮮兵についての話から、ウクライナ侵攻で派遣の北朝鮮兵士死者約2000人か、韓国国情院。韓国の国家情報院は、ウクライナ侵攻を続けるロシアを支援するために、北朝鮮が派遣した兵士の死者数は約2000人に上るとの見方を示した。国情院が国会委員会で報告し、出席議員が報道陣に説明した。国情院は4月に死者600人を含む約4700人が死傷したとの推計を明らかにしていた。国情院はまた、公兵が追加で派遣され、約1000人がロシアに到着したのを確認したという。ロシア政府は6月、北朝鮮がロシア西部クルスク州の地雷撤去や復興支援のために公兵ら約6000人を追加派遣すると発表しており、その一部が到着したとみられる。北朝鮮は2024年10月以降、ロシアを支援するため約1万5000人の兵士を派遣したとされる。北朝鮮国営の朝鮮中央通信は、ロシアに派遣された朝鮮人民軍の兵士などに対する国家表彰の授与式で、金正恩総書記が戦死した兵士の遺族を慰労する様子などを伝えていた。亡くなった人数が2000人ということは、亡くなっていない負傷した兵士といったものはその数倍に上ると見られています。例えば、4月時点で4700人の死傷者数のうち実際に亡くなったのは600人だという報告を韓国の国情院は行っていました。そこから見て死者が3倍以上になっているわけですから、派遣した兵士の1万人以上が死傷者数として数えられるような状態になったと見られます。それだけの被害が出ても、金正恩総書記は全く気にもしていないでしょう。むしろ、兵士と弾薬をロシアに送ることによって、金銭やエネルギー資源、食料、軍事技術などをロシア側から受け取ることによって、金正恩氏は今回の戦争が長引いてくれれば、
自分たちにとって都合が良いと考えている可能性すらあります。そして多くの人数を送り込んでいるという意味においては、北朝鮮に次ぐ国がキューバではないかという指摘があります。ただし、キューバは国家として兵士を送り出しているのではなく、ロシアが詐欺まがいで多くの人たちをロシアへと連れ込んでいるという話が出ています。ロシア、ウクライナの最前線にキューバ人を動員。すべては詐欺だった。ウクライナの情報機関は、2022年以降、キューバの政権がプーチン政権と共謀のもと、約2万人がロシア軍に入隊したと推定している。中には、偽りの口実でロシアに入国したと主張する者もいる。ウクライナの諜報機関のデータによると、これは1970年代半ばのアンゴラ戦争以来、キューバによる海外介入としては最大規模となる。現在戦場にいるキューバ兵は6000人から7000人で、これは北朝鮮から派遣された兵士に次ぐ規模だ。ウクライナの情報筋によると、この戦争で200人から300人のキューバ人が死亡したと推定している。キューバ人新兵の証言によると、建設作業や高額な給与といった虚偽の情報をもとにして、ロシアへと入国し、聞かされていなかった話として戦場へと送り込まれているとのことです。キューバ政府は関与疑惑に関してこれを否定しています。しかし、これほど大規模な人数がキューバからロシアへと向かっているということは、ある程度黙認しているか、何らかの関与がなければ、このような人の移動はなかったのではないかと見られています。ちなみに、ロシアがキューバにおいて兵士となる人間を募集しているという件に関しては、2023年からすでに記事となっていました。というのも、キューバは経済的にかなり苦境にあり、お金さえ積めば、かなり言うことを聞いてくれるのではないかと、この時からすでに疑われていたからです。そのため北朝鮮のように組織だった形で兵士は送り出してはいないものの、ロシアがキューバに対してエネルギー資源を送るなどといったような取引を通じて、ある程度のことを黙認している可能性が指摘されているのです。ここまでは国家の動きやもしくは国家間の人の流れといったものについての記事でしたが、戦場に投入され生き残ったロシア側の兵士について証言が出ているので、これも見ておきましょう。気がつけばロシア軍の弾よけに移民兵となったアフリカ人の公開。ここまでは北朝鮮やキューバについて話をしましたが、この記事においてはアフリカ大陸からロシアへと渡り、そして戦場で捕まった人というものが話をしています。ウクライナ西部の小さな町、かつて刑務所だった施設の分厚い鉄の扉や鉄格子をいくつもくぐると、100人ほどのロシア兵捕虜が昼食のために整列していた。ランチありがとうございます。食堂ではボリュームのある食事が提供され、テーブルごとに捕虜の男たちがたどたどしいウクライナ語で声を上げた。アフリカ系やアラブ系、アジア系の姿が少なくない。様々な理由から母国を後にしてロシアに渡り、移民兵として戦った男たちだ。彼らはなぜロシア軍に加わり、戦場に向かったのか。体格のいいアフリカ系の男性に声をかけた。マローとニックネームを名乗った42歳の男性は、アフリカ西部シオラレオネの出身。15年以上、シオラレオネ軍の兵士だったという。私は騙された。そう繰り返し言った。これまでヨーロッパへの移住を夢見て、フランスやイタリア、イギリスに何度もビザを申請したが、うまくいかなかった。移住の動機は豊かな生活の前に個人的な事情もあった。元上官と確執があり、身の危険を感じていたのだという。ロシアならビザが出る。知人がネットでロシアでの就労プログラムを見つけて飛びついた。サインすれば185万円。飛びついた契約。マドーがブローカーの男に連絡を取ると、あなたならロシアで良い仕事が見つかると言われた。航空券、ホテルなど男が様々な手配をした。2023年11月末にロシア西部サンクトペテルブルグに渡った。警備員やレストランの従業員、どんな仕事でもするつもりだった。貧困にあえぐ家族のためだった。男に指示されるがまま、滞在していたホテルに迎えに来た車に乗った。ロシア人の男に事務所に連れて行かれ、ロシア語で書かれた契約書にサインをするように促された。警備の仕事だと言われ、民間の警備員のことだと思った。サインすれば約185万円、毎月29万円がもらえるという。その条件は悪くないと答え、サインした。だが、その後に連れて行かれたのは、西南部ロストフにある軍の訓練施設だった。ブローカーに電話をしても繋がらない。ここにいるのは何のためだとメッセージを送ったが、返信はなかった。指揮官に契約をキャンセルしたい。私が望む人生ではないと訴えたが、弁護士を見つけろと言われた。ロシアの弁護士の連絡
く方法などわからない。外国人の混成部隊、やり取りは携帯電話の翻訳機能で、2週間の基礎訓練を受けた。周囲はほとんどが元受刑者で、訓練は明らかに不十分だと思った。ウクライナ東部ドネツク州の後方基地に数週間滞在した後、2024年11月下旬、最前線に送られた。故郷で兵士だったが、実戦経験はなかった。ドローンに戦車、砲撃、そして初めての冬の寒さに圧倒された。8人の部隊のうち、ロシア人は副隊長の1人だけ。途中、二手に分かれ、イラク人とカザフスタン人の3人で行動した。互いの会話は、携帯電話の翻訳機能を使った。上官からの命令は、あの建物に行け、あの場所に行けという単純なものだった。無事ならロシア軍はそこが安全だと知り、捕まったり殺されたりすれば銃撃を続けるという作戦だった。ロシア軍の弾よけとして使われていた。そもそも戦っている相手もよくわからない。まるで餌のように使われた。我々の命は前線には存在しなかった。いつしか3人はウクライナが支配する地域に入ってしまい、身動きができなくなった。ドローンの攻撃を受けて足を負傷し、ブーツも履けなくなった。廃墟の建物の地下にさらにナイフで穴を掘って隠れた。食料も水もない。小便をペットボトルに入れて冷まして飲んだ。一緒にいた2人は見せび泣いていた。5日ほど過ごした後に攻撃を受け、別の建物に移動した。翌朝、5人の兵士がやってきた。ロシア兵だと思ったが、ウクライナ兵だった。私には区別もつかなかった。殺すつもりかと聞いたら、殺さないと言われ、食事と水を与えられた。前線に送られて捕虜になるまでわずか2週間だった。それから1年半が経つ。ロシアとウクライナとの間では捕虜の交換が行われている。だがマノーは、ロシアは我々外国人を気にかけないと話す。自分が交換対象になれる期待は薄い。誰が我々を助けてくれるのだろうか。故郷に戻れるのは5年10年先か。家族を思い、いつも一人で泣いている。だが、この戦争を終わらせるために、外で必死に戦っている人がいると信じている。戦争が終われば自由になれるだろう。捕虜収容施設のウクライナ当局者は、外国人が捕虜交換の対象になった例は聞いたことがないという。ロシア側が用意するリストに入らないためだ。マノーと同じテーブルで昼食をとっていたジョシュも1年近く収容所で暮らす。西アフリカ・ガーナの出身だった。モスクワに留学していたが、学費や生活費が足りなかった。仕事を探しているとき、知人に勧められて軍と契約した。軍経験はなかったが、前線に行かなくてもいいと言われた。負傷兵の救助任務とのことだった。入隊すれば、ロシア国籍がもらえることも後押しした。ロシアの給与水準が魅力的だった。勉強しながら働きたかった。前線に送られた昨年9月、初日に乗っていた戦闘車両がドローンで攻撃され、部隊の12人中8人が死んだ。足を負傷し、右耳は聞こえなくなった。爆発の記憶しかない。私は戦うために参加していない。殺人者でも犯罪者でもないと繰り返した。1月に生まれたばかりの子供がいる。妻に会いたい。赤ちゃんに会いたい。最愛の家族にいつ再会できるかは全くわからない。ロシアでの暮らしと引き換えに命の安全、自由、そして未来を失った。移民兵となった代償はあまりにも大きかった。お断り。記者は直接本人に取材を受ける意思を確認し、同意を得ました。また、捕虜の人道的扱いなどを定めたジュネーブ条約に抵触しないよう、フルネームや個人が特定できる顔写真を出さないこととしました。世界には経済的に非常に苦しんでいる人たちがどこの国においても存在します。日本でも貧しい人がいるように、どこの国においてもそのような身の上にある人たちは、希望を抱かせるような話を聞くと、ついつい手を出してしまう人たちというものもいます。ロシアの場合だと、そのような甘い罠というものを世界中に張って、引っかかる人たちをロシアへと連れて行きます。ロシア国内における貧しい人たちだけではなく、世界中のそうした貧しい人たちを決して前線には行かされない。決してあなたは戦う必要もない。そういう形で引きずり込んだ上で前線へと送り込んでいってしまうわけです。繰り返される人海戦術の中にこれらの人たちが混ざっていたとしても、彼らの命のことを気にかける人は誰もいないのが現実です。そしてロシアにしてみれば、高額な契約金や高額な月給といったものについて言っても、最終的に連れてきた人々を前線へと送り込んで、弾よけとして使えば、亡くなった後に脱走兵として処分し、給料未払いにするなんていうこともザラにあるでしょう。強運で生き残った兵士たちも、ロシア軍が約束した高い給料を全く払ってくれないといった不満などを述べていることも報じられています。というわけで今回の動画はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。情報の更新や整理整頓に役立ったなと思われる方は、動画見終わった後に評価
下ボタンのクリックぜひともよろしくお願いします。また他の方へのおすすめやスーパーチャットのご利用もぜひともご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。